回はしっかり睡眠をとらないと太るという人事ではないお話になってきますので、しっかりお勉強しましょう。そもそもですね、睡眠をとらないと太るっていう印象ありますか？そうですね、睡眠不足と聞くとやはり健康に良くないイメージがあるので、痩せるんじゃないかなって思うんですけど。睡眠をとらないと痩せちゃう。そっかそっか。なんか体が弱ってしまって痩せ衰えていくみたいな感じですかね。逆なんですよ。なんですね。はい。しっかり睡眠をとらないと実は太るという研究結果がこれ世界でも近年出てきております。ですので、この睡眠と太る痩せるという体格変化、これにはどうも因果関係がありそうなんですね。はい、じゃあ今日はしっかりここを解説していきたいと思います。はい、ある韓国の研究ではこの、平均睡眠時間が7時間から9時間の方と5時間から6時間の方を比較すると、7時間から9時間ちゃんと寝てる方の方が痩せ傾向があって、短時間しか睡眠をとってない人には肥満の傾向が見られるそうです。平均何時間ぐらい寝てますか？7時間ぐらいですかね。ちょうどこちらに入りますね。実は、これ全ての人が肥満になることの理由、睡眠の時間だけでは決してありません。もちろん食事をとる食べ物とか、もちろん家系とか遺伝的な問題、病気があるない、いろんな要素で決まってはくるんですけれども、睡眠時間も一つ影響しているということが科学的に分かったわけです。当院でも病院の患者様ね、やはりこの3年間太ったっていう方多いんですよ。はい。しばらく病院に来ないうちに私太っちゃったのよね、全然やっぱり家から出れないとか、今まで通ってたプールや運動ジムに行けないとか、いろんな理由でどうしてもこもりがちになって、太ってしまったっていう方がいらっしゃいます。で、そういう方はやっぱり睡眠が良くない、実は夜中に何回も起きてしまったりとか、寝る時間がバラバラになってしまって不規則になってしまって、ひとまとまりのちゃんとした睡眠が取れてない、こういったことも関係あるのかもしれません。ではちょっと難しい話になってしまうんですが、なぜこの睡眠を十分取らないと太ってしまうのかというメカニズムについてお話したいんですね。この慢性の睡眠不足にいつもこう寝れないってなってくると、3つの原因があって太ってしまいます。はい、こちらご覧ください。糖調節、体の中の糖の調節をしています。また神経内分泌代謝ホルモン、ちょっと難しいんですけどホルモンですね。最後覚醒時の行動、これちょっと簡単だからここから説明していきたいんだけど、寝れない時ってどうですか？例えば何でしょう、夜中。そうですね、夜中寝れないと、やっぱお腹がちょっと空いてくるので、はい、どうしてもカップ麺だったりポテチだったり。カップ麺いっちゃうんですか？食べる時ありますね。うわ、一気に300、400カロリーですね。なんかね、夜ってリラックスしてお腹空いたな、ちょっと食べたいな、ラーメンいっちゃうみたいな、あとはポテトチップとかチョコレートとか、なんとなく食べてたら一くる立っちゃったみたいな、そういう覚醒時の行動としてやっぱりやることが夜中ないと食べちゃうっていうのはあるんですよね。これもうダイレクトに太りますよね。はい、では次です。こちらです。糖調節って聞くと何か病気を思い出しませんか？糖尿病がいい。その通りです。はい、これ糖尿病のことなんですけど、私たちの体の中には血糖値を抑えて一定の血糖値に体の中のコンディションを整えようとする糖の調節機能っていうのが働いているんですが、これが寝不足だとうまくいかなくなるんです。要はちゃんと血糖値を抑えられないから、糖尿病になったり肥満になったりっていうことが起こります。重要なメカニズムです。じゃあ最後、
これ一番聞き慣れない言葉だと思うんですけどもね、神経内分泌代謝ホルモン、なんかどんなイメージですか？まあホルモンの影響があるのかなって感じです。ホルモンってね、なんか難しいじゃないですか。ホルモンって言うけど、どこに何のホルモンがあるのみたいな感じで、なかなか現実問題理解しにくいんですけれども、今回のこの肥満に関係あるところのホルモンは2つ、はい、読んでください。レプチン、グレリン、よく読めました。グレムリンじゃないですからね。グレリン、なんかレプチン、グレリン可愛くないですか？そうですね、響きは可愛いです。響きは可愛いですよね。だけどとっても重要なホルモンなんです。レプチンはね、脂肪細胞の中にいます。痩せてようが太ってようが脂肪細胞ありますから、その脂肪細胞の中に食欲を抑制するホルモンがあるんです。お腹いっぱい食べて満腹になりました。満腹中枢が働いて、普通は食べるのをやめますよね。だけどレプチンがうまく働かない、レプチンの機能が落ちてしまうと、この食欲抑制が効かなくなる。つまり食べ続けてしまって太っちゃう。これ睡眠ととっても関係あるんです。はい、このグレリン、これはレプチンの逆、胃にあって食欲を増進するホルモン。食欲を増進するホルモンがもしどんどん活発になったらどうなります？これ食べちゃいますよね。食欲抑制するレプチンが低下、食欲増進するホルモングレリンが増加することによって、夜中慢性的な睡眠不足があると太ってしまうわけですね。そうなんですね。ホルモンの影響だったんですね。そういうことです。そしたらもうダラダラ食べてしまうのは仕方ないですね。何ですかそのへりくつは。まあ仕方ないというのか、体の中の自分ではね、おいこらホルモンってわけにはいかないので、確かにそういう一面はありますけれども、だからこそ慢性の睡眠不足にならないようにするということがとても大事です。次に2016年筑波大学の研究をちょっとダイジェストでお話したいんですが、睡眠不足はダイエットの敵ということで、以前整形外科枕と関係する睡眠、何でしたか？レム睡眠ですね。そうです。レム睡眠とノンレム睡眠がありますが、この私たちの整形外科枕ではレム睡眠が増えるという結果が分かったんですけれども、このレム睡眠と太る、痩せるっていうのも関係があるということが分かってきました。こちらご覧ください。ショ糖、甘いショ糖、脂質、油、これですね、マウスの実験なんですけれども、こちら青いのが対象群、コントロール群で、赤いのがレム睡眠が抑制された場合の実験なんですけれども、レム睡眠が抑制されると、なんとショ糖の摂取量、脂質の摂取量が増えるということが分かったんです。簡単に言うと、寝てる時のレム睡眠減ってしまったら、甘いもの食べたくなる、油っぽいものが食べたくなるということが科学的に分かったわけです。どうですか、実体験として？はい、確かに寝れない時、夜中起きてると無性にチョコレートとか甘いものが食いたくなる時がありますね。ありますよね。ちょっとなんか餃子食べてみたいとか、ラーメンに油乗っかってるチャーシューの麺を食べたいとか、甘いものやっぱり油が食べたくなるじゃないですか。それってメカニズムがあったわけですよね。面白いですね。ということで、私たちいろいろなこの誘惑に負けて食べてしまう、また先ほどお話したようにホルモンが足りないなどのいろいろな原因によって夜中睡眠が足りない、睡眠の質が悪いと太ってしまうということが分かりました。ではどうすればいいのかっていう話ですね。最後に3つ守ってください。まず何ですか？
ね。はい、私たちの体に合った枕を使いましょう。これによって睡眠姿勢が良くなるとスーッと眠れるし、ぐっすり眠ることができます。第2番目、これは規則正しい時間に寝て規則正しい時間に起きる、ちゃんと規則正しい睡眠をとるということが大事です。いつもちゃんと時間決めて寝てますか？大体7時間ぐらい寝るようにはしてますね。何時に寝ます？大体12時ぐらい。12時ぐらい起きるの。7時ぐらいに起きる。いいですね。きちっとこう決まってると規則正しい睡眠が取れて太りにくいっていうことですね。最後、今日学んだことから言うと、何時間以上睡眠時間確保してほしいですか？7時間ですね。7時間以上の睡眠、もちろん人によって違いますが、できればこの7時間以上の睡眠を確保していただくことが科学的には太りにくいという結果が出ているので、皆さんぜひお試しください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。